ようやく総構が完成しましたので、今回は総構を中心に大阪城を紹介したいと思います。総構の築造は1594年2月から開始されました。完了時期は明らかではありませんが、1596年頃と考えられています。総構は北は淀川、大和川、東は根駒川の自然流路によって、西は1585年に開削された東横堀川によって区画されており、陸続きであった南側には上町台地を東西に横断する巨大な素堀の空堀が作られました。発掘調査では幅は20メートルあり、深さは10メートル掘り下げてもそこに到達しないほどの規模でした。総構の規模は東西南北とも約2キロ、総面積400万平方メートルという巨大なものでした。なお秀吉はこの工事と並行して伏見城の総構とともに淀川と宇治川の堤防の整備も同時に進めており、2つの城の防御力及び連携、水運をさらに強化しようとしていました。総構の着工は二の丸の完成からは6年のブランクがあり、秀吉は当初大阪城は二の丸の完成をもって完了したと考えていたようです。しかしその後総構を築いたのはやはり豊臣家を取り巻く環境の変化によってさらなる防御力の強化が必要だと考えたのかもしれません。総構の西側の堀は東横堀川で、ここにはかなり多くの橋がかかっていたようです。この西側が船場になります。上町台地を横切る空堀の南側には四天王寺との間に南北平野町をはじめとした町が形成されていました。淀川を渡った北側には大阪天満宮の寺内町がありました。総構には西寺町の通りから入ることができたようで、この通りは北端で天神橋を渡って北側の天満宮寺内町に通じていました。平野町からは総構の中央に入ることができ、北端で天満橋を渡って天満宮寺内町に通じていました。京橋口の北に架かる橋を渡ると京街道で京都に続いていました。また有名な真田丸はこの位置に築かれました。それではここからは総構を東西南北から見ていきましょう。まず南側からです。今見えているのが根駒川です。正面に見えるのは一段低くなったところに設けた水田です。水田の西側には農家を置きました。台地上に上がると町屋とその奥に大名屋敷があります。この辺りの堀は空堀になっていました。西側の台地下にも町屋を配置しています。南側の空堀から西側に出て北上します。手前が船場、奥が生駒山脈です。緑色の部分が上町台地の段差で、奥は大名屋敷です。大名屋敷を越えると大阪城の二の丸、本丸、爪の丸、天守が見えてきます。ここがビスタラインの高麗橋と高麗橋通りです。北側から見ていきます。上町台地の台地下と台地上に町屋を置き、これを過ぎたところに広場を作っています。大手馬出し、続いて京橋口馬出し来るわが、続いて二の丸、爪の丸、天守が見えてきます。二の丸を過ぎると総構の東側に配置した水田が見えてきます。すぐ左の川が根駒川です。東側を南下していきます。右手に見えているのが北摂の山々で、奥には大阪湾が見えています。二の丸を過ぎると手前に玉造口の馬出し来るわ、続いて大名屋敷、町屋が続きます。
ここが南面の空堀です。途中までは水が入り込んでいます。大阪城の曲輪の名称については諸説ありますが、現在では総構の内側を三の丸とする見解が主流のようです。文献資料からここには大名屋敷と町人の居住地があったことが分かっていますが、これらが具体的にどこにあったのかははっきりしないようです。今回は大阪市の復元図などを参考に、二の丸の南側に大名屋敷群を、西側と大名屋敷の南側に町屋を、東側には水田を配置してみました。また総構の中は上町台地の段差があったようなので、公開されている図を参考に台地のラインを入れて高低差をつけ、台地の斜面には草を配置して視覚的に分かりやすくしています。大名屋敷は大阪城に近い屋敷を格式の高い大名屋敷とし、屋敷地の面積を多く取り、離れた南側半分の大名屋敷は屋敷地の面積を半分にしています。一番城に近い大手馬出し曲輪の南側、現在の大阪市歴史博物館周辺の発掘調査では、澤瀉門の軒丸瓦が多数出土しており、澤瀉門を馬印として使用していた豊臣秀次の屋敷が置かれていたのではとする説もあります。また1598年の馬出し曲輪築造の際には、この辺りが大名屋敷の西端で毛利家の上屋敷だったと考えられています。いずれにしてもこの辺りには豊臣家にかなり近い間柄の大名の屋敷が置かれていたと考えられています。大名屋敷の南側ですが町屋を配置していますが、この辺りの実態についても、もしここに町屋があったとした場合でも、もう少し細かく区画されていたのかもしれません。その南側はあえて建物を置かず広場にしました。南側は大手に当たるため橋ではなく土橋だったようです。総構の南面の土橋部分には二重の櫓門を、それ以外の場所では薬井門を配置してみました。なお現在総構は完全に埋め立てられていますが、台地の崖面として現在もその痕跡をとどめています。ここは天王寺区空堀町の尾鷲寺町通りです。予告編でも紹介しましたが、大阪城の天守を見ることのできるビスタラインとして重要視されていた高麗橋通りはこの通りになります。再度この通りを城の方向東に向かって人の目線で歩いてみましょう。今回は台地の段差の部分は切り通しとして表現してみました。実際の天守もこのような感じに見ることができたのでしょうか。角を曲がるとはるか南に四天王寺五重塔がかすかに見えます。東側には水田を置いてみましたが、 CG で作る際にもう少し水田の形が丸みを帯びたり、あぜや道路に凹凸がついていた方が雰囲気が出るんですが、ものすごく手間と時間がかかるので不自然ですが、直線的な道で区画された水田にしています。農民の屋敷はこの一帯に配置してみました。水田の中の広い道を左手に大阪城を見ながら北に進んでいきます。ところどころに畑や道具小屋等を配置しています。しばらく進んでいくと大阪城の中心部分が見えてきます。一番手前の曲輪は玉造口馬出し曲輪です。水田から西側の上町台地の台地下に農家の屋敷を配置してみました。こ
この辺りも農家風の家と柵、畑などを模式的に配置していますので、当時の実際の農村集落とは違う可能性が高いですが、ご了承ください。全体的に総構の周囲には塀や櫓は置いていません。冬の陣図屏風を見ると仮設の櫓がかなりたくさん描かれていますが、これらは冬の陣直前に作られたものと考え、総構築造当初から大阪冬の陣の直前までの間は土塁のみであったと想定して、塀や櫓などといった防御的な施設は表現していません。ただし土塁だけでも相当防御力はあったようです。総構は大阪冬の陣で20万の徳川軍の攻撃も寄せつけず、その防御力の高さを証明しました。大軍勢を配置できる総構は前線の防御の要となりました。皆さんご存知の通り、和睦によって総構だけではなく二の丸の堀まで埋め立てられた大阪城は夏の陣で落城し、豊臣家は滅亡しました。もし豊臣方に権限のある有能な武将がいれば、あのような結末を迎えることはなかったのではないでしょうか。次回は四天王寺周辺と船場、大阪天満宮の寺内町を紹介しようと思います。